超無敵の復讐者ちゃんよ。今回は私の大嫌いな腐敗の眷属に関しての調査を行ったわ。安全地帯から虫糸を放つこのゴミ虫ども。深き夜では即死級のダメージになるわ。しかも多段ヒットだから HP 最大時カットアップも無駄。ボス戦中に撃ち抜かれて森の苔を舐めたシニア渡りも多くいるでしょう。今回調査したのは眷属全員の1、眷属の向いてる方角、その他の厄介な敵、アリ&犬の1の3つ。検証はリムベルドのスピードスター、追跡者さんにお願いしたわ。そしてこれらの情報をもとに各1のボスの危険度と戦う際のよるべきいい方角を割り出すわ。あとついでに各音調への安全なルートも調べたからそれも最後に載せとくわ。それでは本編行きましょう。ではまず腐れ森のマップを見てみましょうか。マップだけだとどこがどこなのか分かりづらいのが腐れ森よね。他の情報を追加しましょう。音調の位置がこれ。最終収縮の候補地2つがこれ。恐るべき強敵の位置を載せたものがこれ。恐るべき強敵は8つの候補地の中から6つが選ばれるわ。あとの2つはソレイの民の将や英知になるみたい。詳細は未検証。そして私が調べた腐敗眷属の位置がこれよ。赤の点が眷属の生体1匹。赤の星マークは生体1匹と幼体数体の群れ。オレンジの星マークは1箇所だけだけど幼体のみの群れね。こう見ると東側に偏ってるわね。この中で厄介なのがここの生体2体。こいつらは巨木の枝の上にいるから近接攻撃するのは難しいわ。では次、各腐敗眷属の向きがこれ。向きが一定でないのは4体。と言っても3体は直線を往復しているだけね。音調候補地前のここの眷属だけルートが90度に曲がってて特にどこ向いてるかわからないから注意ね。その他の眷属はみんな、一切動かず一方向だけを見てるわ。次は腐敗眷属の次に厄介な敵、犬とアリについても調べたわ。それを追加したマップがこれ。青色が犬、緑色がアリ、星マークがそれぞれ数匹の群れよ。詳しく調べたのはボスの周りだけだからそれ以外の場所についてはあんまり自信はないわ。これもやっぱり東側に集中しているわね。さあこれらの情報から各ボス1の危険度をランク付けしてみましょう。まず危険度 C。この4箇所は体感でもお分かりだと思うけど、何も考えなくてもほとんど雑魚に邪魔されることはないわ。一番東のボスは割と近くに眷属がいるけども、完全に外側を向いていることとそもそも西側からボスに接近することが多い、というのでほとんど横槍を入れられた記憶はないわね。強いて言うならここのボスに南側から近づくとき、下の犬の群れを引き連れてしまうことがあるかも。でも少し高台になってるから基本的には大丈夫だと思うわ。では次、危険度 B はこの2箇所。ここはすぐ近くに眷属どもがいるけれどそこまで横槍は入らないところね。まず南側。ここは眷属の位置は近いけど両方ともボスの方とは逆を向いてるわ。かなり暴れ回るボスとかでもなければ基本的に無視してボスに集中できるはず。少し気をつけなければならないのは音調がすぐ近くの南地点にある場合ね。眷属の近くを通ることになるからルートによっては起動してしまう可能性があるわ。気づかれた場合位置によっては先に処理した方がいいでしょう。次北東中央のボス。ここはマップを見るとかなり危険そうに見えるけど意外と大丈夫なのよね。ここら辺の東の眷属どもは気づかれてもすぐ失踪で離れてしまえば問題ないことが多いわ。眷属どもは射程内にいれば厄介だけど射程外まで追ってくることは少ないのよね。そしてこの辺りの敵も距離的には近いけど木の根元が壁になってて気づかれにくいわ。最も厄介なのは木の上にいるこいつね。こいつは完全に東向きだから気づかれることはそこまで多くないけどかなり高い位置にいるから気づかれたら厄介よ。遠距離攻撃があれば早急に処理しましょう。もしくは高所にいる眷属は移動できないから眷属から離れたところにボスを引きつけるのも有効ね。では次、危険度 A。中央のこいつね。ここはパッと見でもわかる通り周りに敵が多いわね。特に北側の眷属3体。こいつらが全員ご丁寧にボスの方向いてるから絶対北側には行きたくないわ。東にいる高所の眷属も厄介ね。逆側を向いてるからまだマシだけどこいつが起動しているとかなり戦いづらくなるわ。寄るべき方向を言うなら西側、南側でしょうか。こちら側は敵はいるけど崖になっているから干渉されることはほぼないわ。と言ってもこいつが起動してしまったならボスを寄せるとかよりもまず即処理した方がいいでしょうね。こいつさえ処理してしまえばかなり安全な範囲は広くなるわ。もし北側のこいつら3体に気づかれてしまったら、気づかれた場合でもこの境界横の2体は崖を降りれないから距離さえ離せば問題ないわ。下の1匹はじりじり追ってくるからさっさと処理した方がいいかもだけどね。最後、危険度 S。
は眷属自体はそこまで多くないけどアリの数が多すぎ。周囲の木の幹ほとんどにアリが張り付いてるわ。どこから近づいても何かしらの横槍は受けると思った方がいいわ。と言ってもやはり雑魚の危険度としては眷属がダントツで高いから西側に近づかないことが重要ね。あと地味に鬱陶しいのが犬っころね。特にここの犬に気づかれるとボスのフィールドまで来ちゃうからなるべく起動しないように。起動してしまったならその場で即処理した方がいいわ。逆に南東端のこいつらはあまり気にしなくても起動することは少ない印象。だからやはり東寄りに位置取ることが重要ね。できればボスフィールド中央で居続けられたら最善。最後に腐れ森の運長、配置場所各3カ所への私なりの安全なルートを紹介するわ。まず西側だけどここは別に気をつけることは何もないわね。周りに危険な敵はいないわ。次に南側、ここは眷属の向きを考えて恩長に向かう必要があるわね。普通に北側から向かう場合はこいつに気づかれないよう東側を通るのがいいわ。ただし厄介なボスが配置されてる場合は西側を通りたい時もあるからそういう時はもう先に処理してしまうのもあり。結構高所だからできれば遠距離攻撃が欲しいけどね。ここのボス自体に手を出さないなら向きなんて気にせずさっさと走り抜けていいかも。そして恩長の木に登るときは横のこいつに気づかれないように西側から登るの推奨ね。あと注意しなくてはいけないのは追跡者さん。クローショットは結構音が大きいから背中側でも眷属に気づかれることがあるわ。眷属の近くでは封印した方がいい場合があるかも。長距離移動中ならあまり問題ないだろうけど、すぐ近くのボスと戦う場合とかは本来気づかれない眷属に気づかれるパターンがなきにしもあらず。最後に西側の恩長へのルート。ここに安全にたどり着くにはまず北側からでは無理ね。ソロでも私はやり方わからないし、まして野良3人ならほぼこの辺り全ての眷属を相手にする覚悟がいるわ。先に処理するか、無視していくならレディや復讐者のアーツが欲しいわね。安全なルートはやはり西側、南西側、からのルート。そもそも腐れ森突入も大体は西側か北西側からのことが多いし、皆さんも大抵はこの辺りのルートで東の恩長に向かってるんじゃないかしら。より詳細に取るべきルートを見てみましょう。まず南北の2つの恩長が確認できる鉄板の突入地点。ここからスタートして小砦の道を横切って柵の前のここを通るわ。そして犬の群れを避けたらしばらくは崖沿いに進みましょう。大きな横倒しの木に到着したら、横の木の右側か左側の隙間を進みましょう。距離的には左の隙間通る方が近いと思うけどこっちから行くと高所の眷属に見つかるわ。失踪してれば当たらないはずだけど。安全に行きたいなら右側ね。そしたら次は右の犬の群れに注意しながら左のアリの群れにも気づかれないように間を縫って、この木の右側を通りましょう。これも左側の方が近いけどこっちは眷属が歩いてるわ。木を越えたらあとは恩長の白い木に向かってまっすぐでオッケーね。位置が悪いと歩いてる眷属に一瞬気づかれることもあるけど攻撃までされたことはないわ。恩長取った後は斜め右へジャンプで降りればオッケー。西向きの眷属には気づかれるけどすぐには攻撃してこないから大丈夫なことがほとんどよ。木を登る前に気づかれてなければ、だけど、もう一個の恩長獲得後ルートとしては恩長を回収した後そのまま来た道を戻るのもありね。南東端のボスに向かうときは枝を降りずに引き返すこのルートね。この中央のボスに向かうときにも引き返しルートはどの敵も起動しないから悪くないわ。まあでも野良マルチだとそこまで意思統一できるはずもないし南東端に向かうのでなければすぐ枝を降りてしまっていいでしょう。というわけで以上、腐れ森の眷属と各ボス1危険度と恩長安全ルートでした。別に検証はみんなのためにやってるんじゃないんだからね。あまりにもこいつらへの憎しみが燃え上がったがゆえの自分のためのマップ作成なんだから。検証なんて面倒くさくて大嫌いなので二度とやりません。今回が最後です。じゃあみんなもこのマップを見て腐れ森からクソカスゴミ虫ともう根絶やしにしましょうね。動画は以上、ご視聴感謝。